ハロー YouTube、今日は、2832リミテッド2832のねちょっと、レビューをしてみたいと思います。軽いものから重いものまでいろいろ投げてみたいと思うので、まあね2832ちょっとチェックしたいなっていう方はぜひ参考にしてみてください。では、サイレントアサシンのサイレントアサシン99のサスペンドですね 15mg からいきたいと思います。よし、じゃあサイレントアサシン99いきます。結構糸抜けはいいですね。特に抵抗なく飛んでいきます。 15g だったら全然余裕というかいいんじゃないでしょうか。ただ僕ね本当に初心者なんで全然参考にならない面もあるかもしれないんでね、一応こんな感じということで、糸抜けは全然いいですよ。サイレントアサシン、1号、今タックルは P の1号ですね。 C3000 に P の1号でやってます。はい、では、次はアルミン 15g 軽めのアルミのスプーンですね。やっていきます。これ結構ねアルミの割には飛ぶんですよね。結構飛びます。まあ糸抜けに関してはやっぱワールドシャウラ系は大きいガイドリングがついてるので全然いいのかなと思いますね。反発力で言えばまだまだ余裕はあるかな。やっぱり 15g あたりは一番使いやすい重さかもしれないですね。糸抜けは全然いい感じだと思います。ちょっともう一回投げていきましょうかね。はい、吹っ飛んでいくって感じしますね。抵抗なく、まあ P が1号なのもあるので、結構ね抜けはいい感じだと思います。で今ね向かい風なんで結構投げにくいは投げにくいんですけど、向かい風だからまあそれをね加味しても向かい風のところはね向かい風を加味しても結構いい感じかなと思います。はい、じゃあちょっとね天気が悪かったんで出直してまいりました。今日は風が微風になって横からになりましたね。なので微妙ですが、やっていきたいと思います。ザリバイブ 7g、 これが最低重さですね。これで適正ウェイトのではこれでやっていきます。よし、さあ全然飛ぶ思ったより飛ぶ。 7g であそこまで飛ぶんだ。結構飛びますね。ザリバイブっていうのは初めてねちょっとこれのチェックするのに買ってみたんですけど、なんか可愛いのとあとめっちゃ良さそう。ちょっと沈めてボトムとか狙っても良さそうですよね、ザリバイブ。そうですね、7g あんまり使わないウェイトかなと思いますけど、この竿でね、でも十分使えますね。P の1号、C3000 で今やってるんでちょっと軽いタックルも使えるセッティングにはなってると思うんですけど、これいい感じ、プルプル動いてザリバイブいいですね。はい、では次メタルバイブの 30g、 これは弾丸ソニックのウォーターランドの弾丸ソニックのウォーターランドの弾丸ソニックの 30g ですね。いわゆる普通のメタルバイブだと思います。ではやっていきます。これ結構あれですよね、飛びそうな感じしてますね。今買ってきたんですけど、おー飛ぶ飛ぶね。やっぱメタルバイブなんか飛びますよね。30g のメタルバイブを、使った感じですけど、まあ、全然まだ弾ける感じ。なんならちょっとちょうどいいかな。でもバイブレーションとしてはこれがギリギリというか、これ以上重たいやつを引き抵抗をやっていくとなるとちょっと厳しいかもしれない。このくらい曲がりますね。ブル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 ってなる。まあ全然使えないってことはないですけど、まあ 40g レベルのバイブとかはちょっと厳しいかもしれないですね。バイブレーションよく使うという人は 30g ぐらいがいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあちょっとタックルを変えまして C5000 の方にしております。そして、多分マックス重量であろう 40g、激闘レベルの 40g ですね。まあ普段これがマックスかなと思います。一応ね針はついてないんですけど、ここね霞ヶ浦なんで根がかりしたくないんでちょっとやります。でもなんか全然余裕そうですけどね。 40g フルキャスト、全然いけますね。すげえ飛ぶ。どこ行った？どこに行ったかわからないぐらいは突っ飛んでいきましたね。基本的にワールドシャウラーリミテッド、ワールドシャウラーもそうなんですけど、やっぱ糸抜けがめちゃめちゃいいのですげえ飛びますね。ただこれが、いわゆるそのメタルジグぶん投げて本当のライトショアジギングとかの竿と比べてどのぐらい飛んでるか、ちょっと今ごめんなさいどこにあるかわからないんですけど、どのぐらい飛んでるかなちょっとわからないんですけど、めちゃくちゃすっ飛んでったなっていう感じはしました。はい、ちょっともう一回やってみましょう。糸の色をね見ていこうかな。巻いてる感じのこれ 2m しかないんでほぼ、ちょっとね余分な糸が出てる分も含めてですけど、なんとなくどのぐらい出てるか
はい、100m 以上糸は出てるんで、100m 以上出てるんだね。100m 以上出てるんで結構いってるんじゃないですか。まあ余分な糸が出てるとしても、まあ80とかは飛んでんじゃないかな。全然 40g は使えます。ただしゃくると全然いけますね。こんな感じ見えるかな。ただまあ浅いんで抵抗がかかってないのと、あとレベルはそこまで負荷がかかんないのかな。全然 40g でも、まああと針の部分とかもあると思うんでね、あれなんですけど、まあ全然しゃくってもこれならいけるかな。そこまで負担じゃないかな。ただまあしゃくるなら40がやっぱ限界かなとは思いますけどね。このぐらいがいいんじゃないかな。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ最後というかね、まあちょっとウェイトオーバーですけど、激闘レベルの 60g これでやっていきたいと思います。まあおそらくね、いろんな使い方する方でもこの辺がまあ適合ウェイト外ということで、ちょっとさすがに60になるとしなりがおおって感じはしますけど、まあ全然バットで投げられそうな感じ。ちょっとたらし長めでいきましょうかね。いきますよ。はい、フルキャストは余裕というかね、フルキャストはできますね。一応ラインがちょっと切れちゃうのが嫌だったんで、一応 2.5 号でちょっと太いんですけど、マックスがこの差は2号ってことなんで、2.5 号のね全負荷をかけたら折れるかもしれないですけど、まあ一応ちょっと今日ウエイトオーバーのものも投げるよって感じで一応太めでやってはいますが、全然いける感じですかね。まあただやっぱり 40g とかの方がマックスとしては投げやすいかな。でも全然投げようと思えば投げれますね。やっぱ吹っ飛ばせるのは40って感じかな。投げるのは全然いける。あと上手な人だったらもっとぶっ飛ばせると思います。僕ねあんまり初心者なんでね、あんまり上手に投げられてない。多分これね見てる方もね、投げ方どうなんだよって方もいらっしゃると思うんですけど、上手に投げられてないと思うんですよねなのでもっと飛ぶと思いますけど、一応やはり 40g 適正ウェイトがちょうどいいぐらいじゃないかな。一応フルキャスト、自分の中でのフルキャストはいけますね。はい、次は嵐グライドベイト、タックルボックスに入ってたラパラのビッグベイトみたいなやつですね。これ 88g あるっぽいんですけど、そんな重たいかな。ちょっと投げてみます。これもね、このぐらいがマックスというか通常使いするか、なんかそんな重く感じないですけどね88か。ちょっと垂らし長めでいきます。フルキャストいけるか。全然振りかぶって投げれますね。くるくる回っちゃうんで、そんなでもでもこれ結構飛ぶね。30ぐらい飛ぶのかなね。こういうのを使うのはなかなか少ないかなとは思いますけど、もう全然余裕で流れました今。いい動き、滑らかないい動きをしております。こんな風に泳ぐんだね。へえ。88g、こんな感じです。全然使用に関して不安な感じはないですかね。結構空気抵抗も大きいかなとは思うんですけど、これ 88g もあるのか。ちょっと測ってみよう、帰ってね。はい、ちょっとタックルボックス当たったら 20g のバイブレーションもあったので、こちらでやりたいと思います。シマノとね海洋堂さんのなんか鈴木型のバイブレーションですね。ちょっとごめんなさい、糸がね今太い状態ですけど投げてみます。どうだろうな。これ結構軽いなやっぱり。めっちゃ飛ぶ。20g とかやっぱり適正ウエイトなんでめちゃくちゃいいですね。ちょうどいい。やっぱり 20g、から 40g、7g とかも全然いいですけど、だから全然適正ウエイト内だったら全部普通に使えるんじゃないですかね。これ 2.5 号でも今結構スパーって抜けてったんで、全然問題ないと思いますね。適正ウエイトでしっかり対応できる感じだと思いますよ。めっちゃ飛ぶ。これバイブレーションが優秀な可能性ありますねこれは僕平鈴木かな、鈴木型のバイブレーションでかっこいいなと思って買ったんですけど、結局使わずじまいだったんで
皆さんのお役に立ててね、何よりでございます。これ1号とかで投げたら多分もっと吹っ飛んでいくんで、ぜひ皆さんどっかで見かけたら買ってみてください。これめちゃくちゃなんか飛びますよ。飛ぶし、なんかバイブレーションもいい感じっぽいし、あと見た目がかっこいいです。海洋がタックルボックスにあったなんとなく参考になりそうなね、実用的ではないけど負荷がどんな感じかっていうのでね、海洋がやっていきます。海洋ガちゃんは多分全然投げれますね。いわゆる跳ね物になるんでちょっと竿の抵抗としてはあるかも。全然フルキャスト余裕でした。海洋が 50g ぐらいだったと思うんで、チャパチャパしてんな、チャパってんな海洋が使いやすいですね、非常に海洋が投げるんだったらこれカノサはおすすめですさすがにちょっと引き抵抗重いんで、やっぱベートでやるべきですね。あとこれ釣れるんかっていう、いい音すんね。いい音します、海洋ガちゃん。非常にいい音しますね。はい、もう一回いきます。行け海洋が、君に決めた、おりゃバシャ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 って飛んでった。ガカカ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 カいやまあでも全然普通にフルキャストで投げれるんで問題ないかなと思います。まあ 50g、60g ぐらいまでだったら心配しないで投げれるんじゃないですかね。まあ自己責任ではありますが、2832そのぐらいの懐の深さはあるかな。いかがでしたでしょうか。いろんなねルアー投げてみましたけど、なんか投げてほしいルアーとかあったら言っていただければ、持っていれば、またねその検証とかこんな感じですよっていうのを教えることもできますので、皆さんよかったらね2832の、欲しい情報とか、こんなんどうですかとか、こういう使い方してるんですけどセッティングどうですかとか、聞いていただけたらいいかなと思います。僕は C5000 でも C3000 でもどっちでもいけるかなと思います。はい。C3000 で、1号 1.5 号とかで、軽いルアーをね投げたりとかしても軽快に使えますし、 C5000 で重めのルアーとか結構パワーファイトとかしてもいいんじゃないかなと思いますんで、よかったら、参考にしてみてください。では。